じゃんけんグー。負けました。プリミティアプレイヤーエールです。今回はじゃんけんゲームを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、電気やモーター、LED を使って相手が出した手とこちらが出した手と勝敗がいい感じに表示されるようにしようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは小さい LED を並べて、グーチョキパーそれぞれの手を表示できるディスプレイからですね。それっぽい形になるように薄いプラスチックの板に LED を並べていきます。よし、これくらいあれば3つの手を表示できるはずです。まずは裏側に古代の合金の板をつけて、グーに使う LED を光らせてみましょう。光り方が変なので、取り付け直すと、グーっぽく光ってます。ここから残りのチョキとパーもうまく光るように回路を組んでいきます。電流が逆流して余計なところが光らないように電気を一方向に流す特性のある大鉄鋼をうまく使いながら細い古代の合金を組み合わせて回路を作りました。グーの回路から順番に電気を流していきましょう。いい感じに表示できてますね。これで相手の手を表示するディスプレイはできたので、こちらにモーターを使った仕組みをつけて、3つの手をランダムに表示できるようにしましょう。ベアリングの軸で両軸化したモーターの軸にガーリンを3つつけて、それをバネのついたベアリングで緩く押さえることで、モーターを停止したとき、決まった3つの角度で軸が止まるようになっています。それと同時に、反対側にある棒の先のベアリングから、それぞれの手を表示する回路に、電流が流れる感じですね。まずは手で回して、確認してみましょう。いい感じに仕組みが回転して、それぞれの手をバッチリ表示できています。では、モーターに通電して、電気の力で回してみましょう。太陽電池から通電させると、2つの太陽電子の電力で、ゆっくりモーターが回って、グーチョキパー3つの手を、いい感じに切り替えることができています。これを好きなタイミングで止めることで、相手の出す手を、ランダムっぽくするわけですね。これで、相手の出す手の仕組みはできたので、今度は、私の出す手を作りましょう。こちらは、スイッチを兼ねているので、ディスプレイに表示するのではなく、グーチョキパーの模型をベアリングにつないで、私が手で引っ張ることで、引き起こす形にしました。この引き起こす力を使って、モーターを止められるようにしましょう。こちらは、太陽電池につけた、ベアリングを使ったスイッチを、下から押し上げることで動かして、接点を浮かせることで、モーターの回転をオフできるようにしました。問題なく機能してますね。私がグーの手を出した後、ちゃんとモーターの回転が止まって、相手の手が表示されています。あとはチョキとパーも、同じように仕組みを作りましょう。スイッチにくっついた機能を、長くすることで、どの手を持ち上げても、棒に当たって、スイッチが動くようにしています。よし、チョキとパーもできました。動かしてみると、私がそれぞれの手を持ち上げると、そのタイミングでモーターが止まって、相手の手が表示されてますね。これでじゃんけんの動きは再現できたので、ここからは、勝敗の判定を表示できるようにしましょう。こちらは、自分の手を持ち上げたとき、一緒に上に上がる棒に、
3つの回路をつけて、相手のグーチョキパーそれぞれの手から電気を受けた後、それを勝敗表示用のディスプレイに流して、勝ち負けあいこの判定が表示されるようにします。こんな感じで、勝ちはウィンの W、負けはルーズの L、あいこはドローの D にしました。私と相手が同じ風なら、ドローの D の LED が点灯するわけですね。ちゃんと狙ったところが光っています。次は相手がチョキの場合です。こちらも同じ仕組みですが、グーの時の電流が逆流してしまうので、大鉄鋼をつけて整流することで、相手がチョキ、こっちがグーで勝ちなので、W のところの LED が点灯しています。今度は相手がパーの場合ですね。こちらも、チョキの電気が逆流するので、大鉄鋼をつけて、整流しておきました。こっちがグーなので、負けの L が点灯しています。これでこっちがグーの場合の、すべてのパターンの仕組みができたので、相手がチョキの場合と、パーの場合の仕組みも、作っていきましょう。なるべくすでにある配線を利用しながら、回路がショートしないように、慎重に組み立てていきましょう。なかなか複雑になっているので、頭がこんがらがってきますが、とにかく一つの機能に集中して、順番に作業するのがコツですね。そしてようやく、すべてのパターンの勝敗表示を、組み立てることができました。それでは相手がグーのパターンから、確認していきましょう。私がグーチョキパーの手を出すと、問題なく勝敗が出ています。次は相手がチョキのパターン。よし、こちらもいい感じに、こっちの手に合わせて、判定結果を出せました。最後は相手がパーのパターン。このパターンでも、しっかり間違うことなく、判定を表示させることができました。これで仕組みはできたので、外していた太陽電池をつけて、じゃんけんゲームを動かしてみましょう。しっかり動いてますね。早速遊んでみましょう。いきますよ。じゃんけんグー。負けました。もう一度、じゃんけんチョキ。あいこですね。こうでしょ。私がパー、相手がグーで勝ちました。ちなみに、相手の手が切り替わるタイミングに合わせて、こちらの手を出せば、相手の手をコントロールして、勝ち続けられるかと思いましたが、私が手を出した後、相手の手が止まるのが、微妙に遅れたりするので、それはなかなか難しいです。そして、そのまま遊び続けていましたが、途中で壊れることもなかったので、耐久力もなかなかあります。太陽電池で動いていて、電池切れすることもないので、永久に遊べますね。でも、私が勝っても、報酬もないですし、相手に心もないので、心理戦もできません。仕組みとしてはいい感じですが、面白いゲームかと言われると、かなり微妙ですね。それでも、このゲームを作る過程は楽しめたので、よしとしましょう。それでは、じゃんけんゲームを作るのに、頭を使いすぎて、お腹も空いてきたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、じゃんけんゲームさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。
今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。